はいどうも、ソンツンです。今日はマカオ半島内港エリアのシャーレイタウっていうあたりにね来てるんですけれど、ここからですね、一本の道をそのまま歩いていくというそんなお散歩コースになります。でここからまずスタートラインの方へ行くんですけれども、内港エリアの海側の方にね出てきてまして、でそっちにあるお店が以前にもね紹介したことがあるんですけれども、広東語でロッケイっていうのかな。あの時はねエビ卵のローメンっていうのを食べたんですけれども、ここ多分一番有名なのはカニがゆなんですね。またいつか食べに来てください。ガイドブックにも載ってるぐらいね有名なところですので。でスタートラインの方に向かうんですが、ここからですね横断歩道を渡って、今ちょっと路線バスでね隠れたんで、今もう行ったか路線バス。ですね、ここからですね路地の中に入っていきます。でこちらが内港エリア側の主要道路ですね。こっちへまっすぐ行くと市場の方向ですね。シャーレイタウガイシーという市場で、この方向にねまっすぐ行きましたらポンテ16ホテルの方向になります。じゃあここからですねこの路地の中を歩いて移動して、まずはスタートラインの方へ向かっていきます。いかにもマカオらしいねこういうマンションもあれば、ちょっとポルトガルチックなね感じな建物もございます。で今日歩くお散歩コースの道になりますが、こちらです。マーズジェと言います。ちょっと北京語読みになるんですけれども、ここからですねずっとこのマーズジェのだいたい突き当たりまでね歩いて移動していきます。本当にこうねもう昔から先祖代々住んでるっていうような感じなエリアですね。昔はねこんなマンションではなくてね、もう低い建物がねいっぱいこの辺りに並んでたらしいですけれどね、でこっちで見た方が分かりやすいですね。さっき道路標識でねなんかちょっと隠れたところもあったんですけれど、今日歩くこの道マーズジェと言います。八百屋ですね。路地にもね名前がついててね、ちょっと変わったリンマオシアンっていうのかな。これ鳥の羽とか獣のなんか毛とかそんな意味だと思うんですけれど、でこっちに行くとねちょっともうここ中ねこれ住宅なのでね人の住んでるところですか、あんまり奥まで行かないんですけれど、シャンフーリーサンゴの小道、サンゴ路地、中はこんな感じですね。あんまりもう人がいるとねもう映しませんけれど、こんな感じな路地です。このまず J をちょっと歩くとねもうすぐにこういう横にそれる路地が出てきたりするんですけれどね、これだったらユイリンシアン魚の鱗ですね。これそっちへねまっすぐ行きますとね内港エリアの方になるんですけれど、で魚の鱗路地からまたもう一つ向かい側反対側にあるのがこっちの方はマンリー、これはヘビ、ダイジャーですね。ダイジャーの路地、っていうのがヘビはいませんけれどもね、こんな感じです。横道にそれるのも面白いですね。これちょっと影で見にくいかな。チューリーという鳩の路地っていうのはこんな感じになってます。すごくちょっとね薄暗い感じなところではあるんですけれど、逆光かなんかでね見にくいんですけれども、これねここからはね行けないんですけれども、この上のところがですね世界遺産のカモン S 広場のすぐ横にあるカモン S 公園の敷地なんですね。ね、今でこそねこういう普通のマカオでよく見られる住宅も建ってるんですけれど、中にはねこういった
古い家も残ってますね。ここはなんか電気ついてるんでね、今でも人が暮らされてるんでしょう。このマズジエ自体は非常にね短い道路ではあるんですけれども、ちょっとその前になんかね、ここのお店もね誰かにね僕おすすめされたことがあったんですよ。誰だったかなちょっともう覚えてないんですけれどもね、今日はちょっとここではね食べないんですけれども、またいつか機会があればね取り上げてみたいなと思います。だから店員さんがすごくねいい方だったっていう風にねどなたかから聞いたことはあるんですけれど、でちょっと話戻しますが、このマズジエ自体はね非常に距離の短い道路ではあるんですが、昔マカオのそのあちこちをですね城壁で囲まれていた頃、セントポール教会のすぐ隣に旧城壁っていう、あれも世界遺産になっている壁が残ってるじゃないですか、一部分だけね。でああいった壁がマカオのあちこちを囲んでいた時に、この道路というのがマズジェ、この道路というのが城内へ続く、主要幹線道路として使われていたということなんですね。そういったこともあってですね、今でこそですね、ちょっとこれ言葉悪いですけれども庶民のねエリアみたいになってるじゃないですか。で昔々は、そういった主要幹線道路だったということもありまして、役人たちのなんか家族がねこの辺り多く住んでいたらしいです。びっくりした。なんかこのぬいぐるみがいきなり落ちてきたんでね、この上のところから落ちてきたんでしょうね。びっくりした。この辺りの土地様を祀ってるんでしょうね。祠があって、相変わらずこういった住宅のね中を歩いてますけれども、特にね何か見どころがあるっていうわけじゃ決してありませんけれどね、すごく生活感を感じられるところですね。こういったお店もいいな、いつか来てみよう。はい、ということなんで、ここはね世界遺産とかそういうのはないんですけれども、若干ね見どころが実はこの通りの方にねありますので、そこもねちょっと軽く紹介しておこうかなと思います。で内港側から歩いてきたら、このマズジエというのも、だいたい今ねもう突き当たりぐらいまで来てるんですけれども、まず一つがこれですね。名前がゲングアンと言います。これ超マイナーな博物館ではあるんですけれども、どういう博物館なのかっていうと、入り口はもうこの1箇所だけで、非常に内部ねすごく小規模な博物館なんですけれど、これ入場無料へようこそって一応日本語も書いてるんだな。はい、入場無料です。土日とか、祝日は、こういった時間にねガイドの案内もあるで、多分日本語はないでしょうけれどね、中国語か広東語のどっちか、あって英語ぐらいかなと思いますけれど、それは良しとして中に入ってみましょう。では館内に入ったところがこんな感じです。元風と呼ばれる食料がかつてのマカオにはあって、まだ時計がない時代に夜中7時から明け方5時までだいたい2時間おきに笛もしくはドラなどを使って市民に時間をお知らせする、いわゆる夜回り組という職業にあたります。館内には当時使用された笛であるとか、ドラのようなものがこのように展示されています。夜回りなので時間を知らせるばかりではなく、泥棒を取り締まったり火災に備えて防災活動も並行してやっておりました。一部だけですが、こういう水のポンプであるとか懐中電灯も展示されています。現代にはない夜回り組という職業、こちらの建物はマカオ文化遺産に指定されています。でこのゲングアンという博物館のすぐ隣に道教寺院が出てくるんですね。こちらの方がトゥディグミョと言います。このトゥディグミョというのも、さっきのゲングアンと同じでマカオ文化遺産というのに選ばれているんですけれども、逆光になって見にくいかもしれないですけれどね、お寺ができたのが1736年から1795年ぐらいの間に建てられたようです。で
でお寺、境内はこんな感じになっています。お寺の方から向かい側の方はこれ学校ですね。沙雷島ファンジョン学校というんですけれどね、このファンジョン学校っていうのはマカオ結構あちこちで見かけるかな。殿の内部はこんな感じになっています。だからそこに祀られているのがその土地様になるんでしょうね。でこっちの方が土地様じゃなくてイーリンディエンだから、慰霊というですね、中国のそのお薬とか、医学とかああいったことに関する神様ですが祀られています。でこのイーリンディエンのすぐ隣にね、こういった矢印標識があるんですけれども、ここ面白いのはこのお寺と、そしてカモンエス公園、さっきもねあそこがカモンエス公園っていうふうに言いましたけれども、世界遺産のカモンエス広場のすぐ横にあるね公園と実はつながってるんですね。ちょっと公園の手前まで行きましょう。あともう一つね行きたいところがあるんで、今日は公園の中までは行きませんけれど、ここの海岸を登っていけば、こちらが、カモンエス公園の、裏口横口っていうのか、はい、ただしお寺の空いてる時間だけですねこれきっと。だから朝6時半から夜7時まではですね、こちらのルートが使えるようになってます。じゃあこの中がカモンエス公園です。なんか中国らしくていいなここ、なんか静かだしね。こういった岩がこうね、これ自然とそうなってんのか人工的にねこういう風にされたのかわかんないですけど、多分これ自然にもともとある岩なんでしょうねきっとね。こういったね、これちょっと汚れてますけれど座るところもあって、中にはもう施錠されてるルートもありますね。ここからは公園の方には行けないな。これこの先ほど見ましたイーリンディエンの後方になるんですけれどね、これちょっとズームにしても見えないと思いますけれどね、日本でいう赤とんぼみたいなのがいっぱい上飛び交ってるな。もう夏も終わりですね。じゃああともうちょっとなんですけれども、このマーズジェの突き当たりまでね歩いていきましょう。多分途中で名前がね別の道の名前に変わったと思うんですけれど、もうここだな。ここまでですね。マーズジェっていうのはこのお寺のところまでですね。ここからはこのシージェ石街っていうところに変わります。ここを歩いてね、またさらにね歩いていくお散歩コースもね考えてますので、それはまたいつか別の動画でね撮影したいなと思います。でこのマーズジェなんですけれども、ある視聴者さん、女性の視聴者さんなんですけれども、私の同じ名前だということで、実際にね、自分と同じ名前のストリート、朝子さんと読むのかまこさんなのかねちょっと分かんないですけれども、自分の名前と同じだということでねここを歩かれたということで、できればこの道の名前の由来を教えてほしいということでね、私もちょっと調べてみたんですけれども、諸説はねちょこっとあったりするらしいんですが、あんまりねそこははっきりしてないみたいですね。また何か情報がありましたらね何らかの形でねまたお伝えしたいなと思いますので、このマーズジェで非常に短い道路ですよ。普通に歩けばもう数分でね歩き終わりますけれどもね、見どころとしてはねもう本当にこのお寺のところと、それからさっきのちっちゃいダーゲンという博物館だけですね。別にここもねこのお寺も世界遺産とかっていうわけじゃないですからね、非常にマイナーなところではあると思うんですけれどもね、この辺りで暮らす人々の生活感がねすごく出てるんでね、観光地とはまた違うね楽しさがあるんじゃないかなと思います。でこれからですね、この近くにね
ちょっと行きたいなと思ってたお店がねあるんですよ。もうここから歩いてねもうすぐ到着できると思うんですけれど、このマーズ J からまたちょっと別のね、道を歩いていったところになるんですが、これからじゃあその店の方へ向かいます。で行きたいと思っているお店なんですが、この土地廟からですねこっち側のストリートですね、名前がね今度変わって、こちらのちょっとはっきり見えないかもしれないんですけれど、トゥーディミャオチエンディという、この道をですね歩いていった先にそのお店がねあるはずなんです。この緑の看板のところですね、延州茶餐厅というお店になります。この牛マークのね看板が出てるんですけれど、今日はここでねステーキ食べます。夕方頃でしたが、店内こんな雰囲気です。メニューは実に豊富。ステーキもいろいろ種類があって、他中華系や洋食スタイルもあって迷うところなんですが、今日はステーキのセットメニューにしました。この中の12番、ジャオパイヘイジャオニューリュウ。ニューリュウ、牛柳と書いてますが、牛ヒレ肉のことです。全部で113パタか、ステーキの焼き具合も選べます。8成熟にしたんですが、ミディアムよりあともうちょっとだけ焼いたような感じです。ちなみにマカオのお店でステーキを注文して、その焼き具合を伝えないといけない場合、中国語、広東語しか通じないというような場合ですね。これを参考に、スクショしてお持ちになっておいてください。じゃあセットのドリンクはアイスレモンティー、ガムシロップはお好きな量で、マカオのレモンティーでレモンがいっぱい入っててすごく爽快感があります。じゃあメインの登場です。ポテトや野菜の上にすごく肉厚なステーキで、ソースはいくつか種類があって、オニオンソースを今回はチョイスで、あとライス、スパゲッティ、サラダの中からサラダ選んだんですが、野菜となんかじゃがいもとかきゅうりとかとフルーツの入ったやつ、これね僕苦手なんですよね。それは一旦置いといて、ソースをドバドバーっとかけていきましょう。じゃあいただきます。いやー、これはねめっちゃ気に入りました。肉もねすごくジューシーで、なかなか質の良い肉をね使用されてますね。日本のそんじょそこらのファミレスのステーキのレベルをはるかに超えております。あとさっきこういうサラダ苦手だと言いましたけれど、最初ねグリーンサラダが出てくると思ってたんですよ。そもそもねこうサラダにリンゴとかスイカっぽいのがね入ってたんですけれどね、そういうタイプのやつってどうも昔から好きくなくてね、なんとかね食べてってはいますけれど、もう一回気を取り直して、肉の下にいろんなチョイサムっていうね、マカオとか香港に多い野菜とかポテト、オニオンにミニトマト、なかなかの量ですね。いやマジでこのステーキはうまかった。これでねお腹いっぱいなんですが、セットの中にデザートとしてアイスクリームもついてまして、もうお腹いっぱいだったんでね断ろうかなと思ったんですけれど、店員さんがせっかくだから食べていってよっていうもんなんでね、これはチョコアイスですね。結構カチンコチンで、新幹線の車販で売ってるアイスって食べたこと皆さんありますか？スプーンがねなんか折れそうになるくらいねもうカチンコチンなアイス、あれ思い出しましたね。はい、じゃあステーキ食べてきました。めっちゃボリュームありましたねあれ。今むちゃくちゃお腹いっぱいですよ。でもねめっちゃ美味しかったですねあれ。あれは絶対もう行く価値ありますよ。フルーツサラダはねすいません残しちゃいましたね。半分は食べたんですけれどね、フルーツサラダが苦手っていうのもあるんですが、それ以上にねもうステーキでめちゃくちゃ腹いっぱいになってね、
最後のアイスクリームあれもうやめとこうかなと思ったんですけれどね、店員さんがね、セットについてるからね、まあぜひ食べてってよって言われたんでね、なんとか食べましたけれどね、ということで、まあ今日のねお散歩コースはこんな感じになりまして、また近くにいらっしゃいましたらね、今日行ったまず J のお散歩コースであるとか、あとお店の方にもねぜひ行ってみてください。じゃあ今日はここまでにします。マカオ散歩ソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩に出かけましょう。